皆さんこんばんは、ミクです。動画を始める前に私のブランドヒンクヌンクから新商品のお知らせです。こちらのバケットバッグ、本日6月13日から受注販売を開始いたします。ずっと制作を進めてきたこちらのバケットバッグ、ついに販売になります。このバッグを心待ちにしてくださっていた方は、ぜひ本編を見る前にヒンクヌンクの公式ホームページよりご予約をしていただくことをお勧めします。詳細を聞いてからこのバッグの購入を検討したいよという方は、本編でこちらのバッグについて説明していますので、そちらをご覧になってからご予約いただけると嬉しいです。たくさんのご予約お待ちしております。それではここから日常 Vlog スタートです。到着から60分間待機するから、多分じゃあ着いたらすぐ行けると思う。本当だ。歩いていける。ラクだ。ヘアパフュームになりました。これはなんか今日本製。かわいい。これは実際のコダックの技術。かわいい。かわいい。後ろもめっちゃかわいいよ。かき氷始めましたね。そう、今年夏初。美味しそう。めっちゃ。めっちゃポップだよ。
しょ。こんにちは、現時刻は午後2時23分です。今日はね一日中雨降ってて、今日から関東は梅雨入りしたみたいで、外に出る気はね1ミリもなかったんですけど、お財布を彼と住んでる方のお家から持ってくるの忘れちゃって、結構何かと不便で買い物する時に、なのでちょっと母屋っていうんですかね、彼と住んでる方のお家にお財布を取りに行きつつ、せっかく外に出るからカフェでもね行って帰ってこようかなと思っています。はい、なのでこれから準備していこうかなと思うんですけど、今日から受注販売開始したこちらのバケットバッグの詳細を皆さんにお伝えしながら準備していければなと思うので、少しお時間ください。よろしくお願いします。はい、やっとねこのお出かけ用のバケットバッグが完成しました。本当にこれ可愛いから皆さんにねこの可愛さと使い勝手の良さをシェアしていきたいなと思うんですけれども、今年2025年は結構年始からアクティブに過ごしてて、お仕事をしつつ友達と遊んだりとか、ちょっと一人でお出かけしたりとか、そういう風にね私が過ごしているのを皆さんこの半年間見守ってくださっていたと思うんですけれども、そんなお出かけ用としてちょうどいいバッグをね欲しいなとずっと思っていて、カジュアルに持ててかつ軽くてガシガシ使えてちょっと上品さもあるっていうね、そんなバッグがね欲しいなと思って作ってきました。でも私本当にたくさんバッグ持ってるの皆さんご存知だと思うんですけど、意外と私自分のお出かけ用の荷物をぴったり入れれて、こうやって手持ちでも持ってて肩掛けもできて、そして斜め掛けもできる 3way のハンドルがついたバッグ持ってないなと思って、今回はこちら取っ手の部分をね 3way で使えるようにしたのもポイントの一つです。で、今年の私の気分、こっくりと明るすぎない茶色、そしてくすみパープル、こちらを採用しました。私の普段のね服装皆さんご存知かなと思うんですけど、私はいつも本当にシンプルなトップスにデニム、このコーデが一番多いので、そういうシンプルな格好に合うカラーを選びました。はい、なので今日のこのネイビーのサマーニットデニム、こうやって合わせて持つとこのキャメルとね紫のカラーが効いていてとっても可愛いです。でこちらのバッグの生地はウルトラスウェードというものを採用しています。ウルトラスウェードは本物のスウェードに限りなく近い質感、そして風合い滑らかさがありつつも超極細繊維ならではの耐久性とお手入れのしやすさが魅力的な生地なんです。ウルトラスウェードはソファーの生地だったりとか、あとは自動車や飛行機の内装などに使用されたりするので、すれに強く経年劣化しにくいのがとってもいいなと思っていて、本物のスウェードよりも扱いやすく綺麗なままで長く愛用することができます。なので今日みたいな雨降りの日に、持ち歩いたとしてちょっと濡れても、乾かすだけで、ほとんど元通りになりますし、芯を選ばず持ち歩くことがねできるかなと思います。でも防水性ではないので、あまりにも土砂降りの日とか、そういう日はね控えてほしいし、できるだけ濡らさないように使っていただきたいなと思うんですけれども、少し濡れるくらいなら綺麗にね乾くことができるかなと思います。そんな感じでこちらのバケットバッグ、これはねもう本当に可愛いポイントがたくさんあるんですけど、裏地がこちらのね取っ手と同じアフリカンパープルで、もう開けた時のねくすんだ紫のカラーがね目に入ってくるのがねちょっと上がります。可愛いと思うし、濃いカラーじゃないので物もね探しやすい。で、このバッグの中にはチャックはついていませんが大きめのポケットがついています。このポケットにもねヒンクヌンクのタグがついていて、そのタグの裏にはね私のというかこのブランドからのメッセージが入ってるので、ぜひそれもね購入した方は見てみてください。こういう感じで、ちょっと巾着タイプというか、このつまみをグッと引けばガバッと大きく開けることができます。でまた絞って締めるという感じですね。でこのね絞りの部分もね結構ちゃんと固くね絞れるので、歩いてる時にここが緩まっちゃうよってことはほとんどありません。こちらに荷物入れていきますね。まずはいつも持ってるポーチですね。このペンケース型のポーチももう余裕で入りますし、今日はカフェで本読みたいのでこちら三浦靖子さんの「ようやくカナダに行きまして」という本、こちらを買ったのでこの本を入れたいと思います。もう本もねすっぽり入ります。こういう大きいやつでもね。で最近はお水を持ち歩いてるので 200ml の小さなタンブラー、こちらもね入れていきます。
であとはこの外出用の小さなカメラ、これをこじこじのポーチに入れて、こちらも入れるでしょ。そして、こちらのソニーの ZV-E10、これも入れていきます。であとハンカチで、このポケットの中にはフリスクとかね、あとは鍵とか入れて閉めます。はい、そのいつものねカメラ2台、あとここに財布も入れますけど、財布、ポーチ、ボトル、ハンカチ、あと本とか入れても結構ね余裕があるというか、パンパンに、ね、ならずにちょうどいいねサイズ感なんですね。番外編で言うと、こちら私が去年販売したジャーナル、これもね入ります、しっぽりと。なのでカフェでね手帳時間過ごしたいっていう方もジャーナル入れて持ち歩くことが可能です。でこれねカメラ2台も入ってるし、ボトルも入ってるからちょっとね重いんですが、そもそもこのウルトラスウェードという生地が軽量なので、もうバッグ自体がめちゃくちゃ軽い。あんまり荷物の入れすぎには注意してほしいですが、重たいものを入れてもそこまで負担なく持ち歩いていただくことができるかなと思います。でそして私が今回絶対につけたかった3ウェイハンドルですね。まずはこちらパープルの部分の取っ手、このね短めの取っ手、これはこういう風に手持ちでこう持っていただいたり、あと洋服がね薄手のものだったら肩掛けもできなくはない長さです。であとこちら取り外し可能のこちらのショルダー、このショルダーで肩掛けすることが可能で、こういう感じで斜め掛けすることもできます。でここのショルダーの部分、ここはね長さ調整可能なので、ご自身の好きな長さに変えていただくことができます。で私のこだわりね1個皆さんにお見せしたいんだけど、このショルダーをつけてバッグを持った時に、こっちのねパープルの取っ手部分がくたっとこういう風に垂れてほしくって、もうこの辺のね長さだったりとか、ここら辺の取っ手の部分のね微調整をねたくさん行って、自然にこのパープルの取っ手が垂れて、この紫がねアクセントカラーになるっていう、本当に小さなとこなんですけど、こういう持った時のニュアンスっていうのもすごく計算して作っています。でこちらのショルダーはね簡単に取り外すことができるので、あんまり斜め掛けとかしないよっていう方は、本当にこのパープルの取っ手1本だけでこういう感じですっきり持ち歩いていただくことが可能です。このねパープルの取っ手は取れないんですけど、このカラーリング含めてこのバケットバッグがね可愛く出来上がったかなと思うので、このねカラーリングの可愛さをねぜひお手に取って楽しんでいただきたいなと思います。もう私はこのねバッグを日々のお出かけ、そしてこれから行くフィンランドとかそういう旅先でもね持って行ってガンガン使っていきたいなと思っています。私もここからこのバッグをガンガン使って皆さんにこういうコーディネートに合わせたら可愛いよっていう、そういうねトータルのねコーディネートの提案もしていきたいなと思っていますので、皆さんのご予約お待ちしております。はい、では行ってきます。
こんばんは。実はね、私今週末からパリに5泊で行ってくるんですけど、パリに何着ていこうかなっていうのをちょっとね考える時間が取れなくて、というのもそのパリに行くためにストックの動画をねもうたくさん作っているので、ほとんどパリの準備できていないということで、この Vlog の中で私何着ていこうかなっていうのを考えながら撮ればいいんじゃないかと思って、ちょっと皆さんにお付き合いいただきたいなと思うんですけど、今回、パリ5泊7日は女子旅ということで、のんちゃんと2人で行ってきます。私2年前ぐらいにちょっと1泊ぐらいパリ観光したんですけど、それ以来のパリなので、ほとんど初めてに等しいパリですね。のんちゃんもね2回目とかで、私たちお互いパリ初心者だから、今回のパリ旅行は結構王道コースを巡っていく旅になるかなと思います。女子旅なんでカフェとかお買い物とか飲みの市とか行きつつ、モン・サン・ミッシェルに行ったり、あとセーヌ川クルーズしたり、パリディズニーに行ったりっていう感じで盛りだくさんなね内容になると思うので、ぜひそちらの動画の公開も楽しみにお待ちいただけると嬉しいなと思っています。そんな感じで何着ていこうかなと思って今いろいろ考えて出してみたんですよ。まずね、こちらいつも着ているフレンチスリーブのトップスとギャップのねワイドパンツ、これはね持っていこうと思ってて、アグのサンダル、これはねこのデニムが結構丈長めなんで、その調整のために履く厚底なんですけど、これ全然歩いててもね足疲れないし、足くじいたりねしないんですよね。ものすごい歩きやすくって、これでねいつも何時間も都内を散歩してるので、これをね履いていこうかなと思うのと、あとはパリなんでスカーフとか巻きたいよなと思って、こちら2年前初めてパリ行った時にエルメス本店で買ったカレー90だったかな、これをね持っていこうかなと思います。全然使ってなかったからパリの街中で使おうと思って温めておいたものです。ほぼ初おろしなんで巻き方とか全然まだ分かってないから、とりあえずねスカーフリングとかでちょっとこういう感じでつけたいななんて思ったり、あとはなんかこのラッシュで買ったこちらのミニスカーフ、これもなんか頭に巻いたりとかカバンにつけたりしたら可愛いかなと思って、こちらも持っていこうかなと思います。あとこれ愛ちゃんに誘われていった松屋銀座の韓国のポップアップ、そこのね中で取り扱われてるコンシュームプロダクトっていうブランドさんのノベルティ、これちょっといただいたんですけど、これもなんか一応持ってこうかなと思うんだけど私丸顔だから似合わなそうとは思いつつ、ちょっとね可愛いので持っていきたいななんて。あとはねシンプルな白 T でしょ、薄手のグレーのカーディガン、オーラリーのボートネックのトップス、あとはこういう遊びの効いたタンクトップで、バッグもいくつか持っていくんですけど、このバケットバッグも持っていきます。はい、ちょっとスリ気をつけながらこういう感じでね持ち歩こうかなと思うんですけど、斜め掛けがねできるバッグがなかなかうちにないので、これすごくね使えるかなと思って持っていきます。あと愛ちゃんのイベントでゲットしたこちらもコンシュームプロダクトの赤ニット、これもね持っていこうと思います。せっかくだから赤に赤で、レペットのバレーシューズというよりかはなんかミュールタイプのサンダル、上と下で赤を差し色に入れて着たりしたいですね。これ前と後ろでね 2way で着れるのがとっても可愛いんですよね。あとこちら、これ最近購入したんだけど、キャピタルというブランドのここのパフスリーブがねめちゃくちゃ可愛い赤のトップス、はい、これも持っていこうと思います。なんかパリに行くってなった時、私すごい赤の服をね欲してて、気づいたらもう2着もね赤の服をゲットしたんですけど、ちょっとパリではねちょっと多めに赤い服をね着ていこうかなと思ってます。あとこちら、念願のパリディズニーに1日行く時はこのディズニーストアで購入したレミーのレストランのグストの T シャツを着て、レミーの耳つけてパリディズニー楽しんでいこうかなと思ってて、ディズニー行く日とかはこういうスポーティーな感じのカジュアルなバッグを持っていきます。これはねユニクロで買ったんですけど、マルチポケットショルダーバッグのブラックです。これをねこうやって肩掛けして持っていくっていう感じですね。あとね他にもスニーカーとか、ここにはないけどビル系のサンダルとか、いつも履いてて歩きやすい靴を4足ぐらい持っていく予定で、デニムもこちらのセオリーのハイウエストのデニムと、あとヤヌークの黒デニム3つ持っていきます。あとこのアローズの薄手のね春夏用のジャケットもね一応1枚持っていって、
でカジュアルに着れるデニムのジャケットも1枚持っていきます。あとスカートはこちら1着だけ、夜ディナーとかに行く時に履いていこうかなと思ってるスカートですね。私があんまり持っていないタイプのマーメイドシルエットのロングスカートです。あとワンピースは1着だけ、こちらコクンシルエットのちょっとね大人めなワンピース、これは持っていこうかなと思います。あとまだなんか他にディナー用のバッグとか、まだいろいろねあるんですけど、まあこんな感じでパリに行ってこようかなと思います。5泊にしてはねちょっと服多すぎやしないかと思ってる方も多いかなと思うんですけど、今回女子旅なのでのんちゃんとね午前と午後で服とか変えたりとかしたいねみたいな、まあちょっと気分はパリジェンヌみたいな感じで旅行を楽しもうって話してるから、多めにお洋服持っていこうかなと思います。なのでパリ Vlog 内容もそうなんですけど、私たちのコーディネートもぜひ楽しんで見ていただけると嬉しいです。でもとりあえず女子旅だからスリには気をつけようって2人で話し合ってるし、とにかく安全にでもおしゃれもちょっとしてパリ5日間楽しんでいきたいなと思います。いやーでも全然実感ないわとりあえず準備します。はい、始まりました。最近どれラジオ第39回、今週もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう39回だって、早いね。続きますね。ね、なんかもうさ、梅雨入りしたらしいよ。なんかもう全国的にでしょ。でもなんか沖縄はもう梅雨明けしたんだって。早っ。早いよね。もう雨で本当にちょっとなんだろう、体重くてさ、しんどいんだけど、まあそれでも頑張っていかないとなと思ってるんですが、今週はねお待ちかねの夏の和菓子グランプリを開催していきたいと思います。イエーイ。はい、今回もたくさんのコメントの中から彼が厳選していくつかね和菓子を調達してきてくれました。ありがとうございます。はい、はい、全部で8種類、あとこちらお茶も用意してくれました。こちらもコメントでおすすめいただいた深蒸し掛川茶、この茶の庭さんで販売されていて、天皇杯受賞の新茶だそうです。なるほど。うまみ甘みが強く味が濃いめでありながら後味がさっぱりしているのが特徴ですと。楽しみ、嬉しい。ちょっとお茶沸かしていこう。はい、いや正直ね、はい、昨日と今日、はい、
お取り寄せしたものも含めて、うん結構都内で買えるものもあったからあもう行ったり来たり、あ頑張ったまあ全部美味しそう。そうね。あおいい色。ー、うん、ではいただきます。熱々。あー美味しい。これは最高のお供じゃないですか。はい。じゃあこの深蒸しかけがわ茶とともに和菓子グランプリ始めていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、私のお茶ブームから始まったこちらの夏の和菓子では今回も彼の手作り資料をもとに進めていきたいと思います。夏の茶菓子グランプリエントリーナンバー1京都仙太郎です。どれだ？これですね。何これ？あ、これはういろうって書いてある。まあもうこれはねおデパ地下といえばみたいなぐらいたくさんのデパ地下に入ってるようなはい仙太郎の水無月ですね。水無月です。水無月の黒黒糖入りのういろうに大納言小豆のかのこをのせたこちら黒、とあとこちらは抹茶入りのういろう生地に大納言小豆かのこをのせて蒸し上げた抹茶です。はい。うわ美味しそう。じゃあ両方とも夏限定なんですか？そうね。夏の和菓子として京都ですごく有名っぽくて、あ、そうだ、和菓子の教科書にも水無月は夏の和菓子って書いてあった。うん、このね仙太郎以外にもこの水無月っていうお菓子がすごくいろんなところで作られてるっぽくて、これを食べると暑い夏を越えられるというような意味合いがあるそうです。へえ。でも今までこの水無月を和菓子屋さんでよく見かけたけど一度も食べたことなかった。この形自体はよく見るよね。こちらこよとりさんからのコメントではこよとりネームアンズ&みかんさんから私のおすすめ夏の茶菓子は水無月です。みくさん先生は水無月をご存知ですか？私は京都に住んでいて毎年6月頭から店頭に並ぶ和菓子なのですがとっても美味しくてよく食べています。京都では6月30日に食べることで暑い夏を越えられるようにという意味合いもあるそうです。特に仙太郎の水無月が美味しいのでおすすめです。名越の腹絵っていうらしいね。無病息災を祈って食べられるお菓子。他にもこよとりネームドンさんから初夏のこの時期にお茶と一緒にいただくおも菓子ですということで、水無月は文字通り6月にいただくお菓子で見た目も涼しげでお抹茶によく合います。あ、お抹茶ね。そうね、そっちにもいいだろうね。なるほど。まずお抹茶。あ、もちもち。あ、でも一個だけ注意点があって、はい、これ買った日即日その日が賞味期限なんですよ。あ、そうなんですか。でも、まあ、ちょっと、はい、一晩経ってますちょっともしかしたら食感違うかも。あ、でもまあまあ。ではまずは黒糖の水無月からいただきます。美味しい。うまっ。美味しい。ういろうのなんていうんだ、もっちりとした弾力と上のこの大納言小豆のかのこ美味しいね。美味しい。俺さ、にやりとしてる俺はもうめっきり粒あん派なの。ああ、そうだよね。そう。この粒の食感。美味しいこの感じね。プチプチと小豆がね。しかも前回の羊羹グランプリでさ、特別枠にいたういろうがさ、俺結構ツボだったから。あ、そうじゃんういろうの上にこの粒あんが乗ってんの美味しいね。こちら抹茶もいただきます。爽やか。抹茶の方がさっぱりいただける。毎回このお店のホームページをね、熟読するようにしてるんですけど、やっぱ和菓子系のさ、サイトは文章がね面白い。へえ。ここにはね、私どもの作る和菓子は感性に訴えるよりも、まず機能を第一に、美しいよりも美味しいを大切にする。美味しいとは体が欲しがる状態のこと。体を養う正しい食べ物のみが本当の意味で美味しいと言えるのではないか。そして自分の生まれ育った風土が育むものが一番体に馴染みやすく体に優しい、すなわち美味しい。それを深度富士と称す。なんかさ、この水無月は何だろう、後引く美味しさだね。バーンっていう迫力よりかはなんか食べ終わってもう一かけって進んでいっちゃう感じ。でもこの水無月がさいろんなお店にあるってことは、いろんなの食べてみたいね。そうだね。この黒糖はコクがあって、優しい甘さ。こっちの抹茶は本当にスッと鼻に
抹茶の香りが抜ける感じでさっぱり食べれる。黒糖の方がよりお抹茶にあって、抹茶の方がちょっと煎茶とか、こういう新茶に合うかも。うわ美味しい。いいですね。これはね、多分お近くのデパートの地下とかに結構あったりするんではないでしょうか。だからこれもコメントが多分一番多かった。あ、そうなんだ。いや美味しい。おー。はい、では次。夏の茶菓子グランプリエントリーナンバー2、石川県花椒高木屋の紙風船。色とりどりの丸いもなかにぶどう、レモン、白ワインの和風ゼリーが入っています。パリッとした皮と優しい甘さのゼリー、新感覚の和菓子です。こちら第22回全国菓子大博覧展大臣栄誉賞受賞、茶道家元賞受賞で、これがね、夏限定の両味紙風船も販売されていて、桃風味、サイダー風味のゼリーが入っていて、冷たくしてお召し上がりいただいても美味しい。5月中旬から8月限定の商品です。これね、私が食べたくてあなたにお願いしたの。これコウヨトリネームとことさんからの、コメントでもいただいてるんですけど、こちらの紙風船を推薦しますと。もなかの中にいろんな味のゼリーが入っていて、見た目がとっても可愛らしいです。今はスイカが夏限定でありますということで、私これ知ってるんですよ。見たことあった。TikTok でお菓子を食べる ASMR してる人を見るの好きなのね。それでこの紙風船をね食べてた人がいて、これめっちゃ可愛いんだよ。じゃあまず通常版を開けてみます。見て、可愛い。開けていいかな。ほら見て、中にゼリーが入ってるの。めっちゃ可愛い。それは赤だからブドウかな。あ、そういうことね。美味しい。駄菓子みたい。音がいい。美味しい。ちょっとこの夏の方も開けてみよう。一応コメントいただいたのは、夏限定のスイカをどうぞって言われてたんだけど、アンテナショップにはスイカ味はなかったですね。桃とサイダー。可愛い。やっぱさ、ちょっと金沢はさ、こういうアイディアはすごいよね。金沢はやっぱ見た目からも楽しませてくれるよね。若い世代にも和菓子をこう伝えていきたいっていう、そういう思いも感じられる。うわー、かわいい。宝石みたいだね。もう見た目はすごいですね。涼しげで。はい。美味しい。お、いい音。これはさ、お子さんとか大好きなんじゃない？結構中のゼリーの周りに、これだけかな、粒が粗めの砂糖がジャリジャリ。私のも全部で。全部入ってる。この絵がいい食感になってて、美味しい。でも甘いからこうやってお茶が進むね。なんか懐かしい味がする。なんかさ、さ、分かった。分かった。この駄菓子でこういうさ、プラスチックに入ってこういう四角のやつがバーって並んでたやつ、爪楊枝みたいなのピッてさして食べるやつ、あれになんか近くない？だからすごい懐かしい味が。可愛いね、見た目が。でこれはやっぱりこの音、とこの見た目の可愛さで、やっぱりこの TikTok とかで若者が食べてます。結構味違うね。違う、全然違う。ちゃんとサイダーはサイダーの味するし、ぶどうはぶどうの味する。私好き、こういうの。ここは大正14年、金沢兼六園の南本田町に創業しました。初代外吉より和菓子の元となる原材料を吟味し、その素材の持ち味を生かしつつ和菓子本来の美味しさを追求してまいりました。初代の意思を受け継ぎ菓子作りに邁進してきた2代目一世は、おかげさまで平成14年金沢菓子名工に選出されました。現在は3代目新次実弟の栄八とともに新しい時代の流れを創べく新製品の開発に力を注いでいます。ほら、やっぱ私の言った通りじゃん。次世代にも刺さるようなものをさ、やっぱり古くからの菓子の製法を生かしつつ、若い子にも和菓子がこう身近になるようにって。でこれ見て、かわいい。紙風船だから紙風船作る用の折り紙入ってた。すごい。なんかこういうところも粋な計らいだね。やっぱり新旧交えながら、やっぱね、こういう和菓子の文化っていうのは
進んでいく必要があるんだろうね。美味しいです。美味しいお菓子でした。では次、夏の茶菓子グランプリエントリーナンバー3番、東京和菓子処赤坂青野の冷やしみたらしもうこの言葉だけでウキウキしちゃうね。夏限定の冷やしみたらし団子です。まあもう赤坂青野といえば赤坂餅とかすごく有名なものがあったりとか、まあもう老舗中の老舗ですね、こちらも。その中の夏限定の冷やしみたらし団子をおすすめいただいてまして、これはねちょっとなんか冷静に考えるとお取り寄せではないんだけど、冷やしみたらし管理システムを使って予約をして完全予約制による店頭販売。じゃあお店に行って冷やしみたらしくださいって言っても買えないってこと？今日行った時は、店頭販売の分もちょっと残ってますっては言ってた。じゃあこちら開けてみますか。中のタレがこぼれないようにって書いてあるからちょっと慎重に開けます。こちらもね、結構コメント来てまして、スティーブ・ジョブズが愛したという赤坂青野の冷やしみたらしです。なんかね昔は本当に手に入んなかったっぽくて、人気すぎて、では開けさせていただきます。うわ何これ、美女が最強じゃん。これやばいな。これやばいね。何これ。うわ絶対美味しいじゃん。棒に刺さっているみたらし団子よりお餅がプルプルしていて絶対食べてほしいです。他にも小鳥ネームまーちゃんさんから、タピオカ粉が入っているので冷やしても硬くならずプルプルもちもちです。これすごいね。もう見ただけで美味しいじゃん。スティーブ・ジョブズがアメイジングって言った冷やしみたらしか。ちょっとプルプルすぎて。テレビみたいなインサート入れよう。餅は焼いてはないね。やっぱこの白卵が入ってるってこと。タピオカ粉ね。タピオカすごいねこれ。しずる感がすごい。本当にすごいツヤンツヤンです。いただきます。無言で。減量中なのに。何これ。なんかなくなっちゃうね。やば。これは美味しい。美味しい。やっぱりこのタピオカ粉が入ってるから、いつも食べてるみたらし団子のもっちもちというかはなんていうんだろう、ぷにゅんぷにゅん、結構なんかつるんと口の中入ってっちゃう。これやばいわ。ちょうどいい甘さ。これねホームページにはね多分期間限定すぎて、詳細な説明は書いてないんだよね。そうなんだ。だから本当コメント頼りなんだけど、私は毎年この時期になると何度か購入し四季を感じています。もっと早く教えてください、私にも。最高に美味しいわ。ちなみにね、この店の赤飯もめちゃめちゃ美味しいですって書いてあるやん。俺さっき食べた。美味しかった。これどうなんですか、この取り寄せじゃないっていう。あとね、みたらしっていう食べ慣れてるものに対する、乗ってから美味しいって分かりきった脳のまま食べてるから、より加点されてる気もするわけ。そっか、もう俺らの中に基準がある食べ物だからってことか。紙風船とか未知じゃん、そこから0から1みたいな、こっちはもう100知ってるうちの120なのかどうか、そういう評価軸あります。なるほどね。これなんかどんどん審査員としての見方がちょっと養われてきましたね。でもそれをね抜きにしてでもこのみたらしは美味しい。びっくり。新感覚みたらし。あとみたらしの甘さのバランス、甘すぎないね。そう、やっぱ夏って甘すぎてさ、くどすぎるものちょっと食べたくないじゃん。これさ、なんかどっかにさお招きされてさ、これ出されたらさ、これどこのみたらしですかって絶対聞いちゃうわね。そうだね、あと潜水のこの人って思っちゃう。次、夏の茶菓子グランプリエントリーナンバー4、岩手県栗菓子処中松屋水まんじゅう。涼を呼ぶ水の雫のようなくずと栗あんの組み合わせ。栗あんひんやりつるりとした滑らかなくずの中を分け入ると濃厚なぽっくりとした冷たい栗のあんが現れる
今までに味わったことのない絶妙な組み合わせ。どちらもひんやり冷たい栗の滑らかさと栗あんの舌触りをどうぞご賞味くださいということで、美味しそう。こちらお願いします。栗あん入りの水まんじゅう、岩手県からこういうの出てきたの初めてだった。そうだね、岩手県初めてピックアップした。お召し上がり方が、器に水まんじゅうを取り、氷のかけらと冷たい水を入れ、スプーンで水ごとすくい上げるようにしてご賞味ください。じゃあ準備しましょう。はい、あ、やばい、氷水につけて食べたかったんだけど、今うちにちょっと氷がないので、そのままでいただいてみたいと思います。美味しそう。なんかホタテみたいね、ちょっと切り分けてみよう。うわー、すごい。思ったより栗。わ、美味しそう。いただきます。なんだろう、小豆あんの中に栗あんが入ってんのかなと思ったら、全部栗なんだね、これ。中松屋は今年で93年目、2代目店主の代から栗をメインとしたさまざまなメーカーを生み出してきたと。へえ。だからもう栗菓子を極めしお店。いただきます。栗好きとしてはすっごい栗あんがめっちゃ濃厚で、うん、これ結構さ、この周りの皮が厚いから、なんか負けるかなと思ったよ。栗あんがそんな多くないから。そうだよね。でもこの栗あんの濃厚さが、いや本当全てを覆す。美味しい。これもタピオカ粉入ってんじゃねっていうぐらいプルプルやな。いやすごい美味しい。これは推薦はこういう鳥ネームちびぎつねさん、岩手県にある中松屋の水まんじゅうです。友達に言っても知らない人が多く、私のちょっとした秘密のお菓子です。子供の頃、父の実家があった岩泉に連れてってもらうことが何度かあり、龍泉洞という日本三大入道に行きました。中松屋のお菓子には龍泉洞の湧き水が使われているらしく、中でも水まんじゅうは冷たい洞窟を感じさせるようなひんやりとしたくずと栗のあんが絶品ですと。私はこれを食べると岩手で家族と過ごした夏休みを思い出します。素敵。これ美味しい。めちゃめちゃ上品で、めちゃめちゃ濃厚で、でも確かにこのあんだけよりもこの側と食べた時の一体感、こんなちょっとだけでさ、いいぐらいこのあんのなんていうか濃厚さっていうのがすごい美味しい。とあんの舌触りが滑らかな。ね。ちょっとどうしよう。すごい。やっぱこの中松屋さんも栗菓子を極めようと日々格闘しています。ではお湯沸かしてる間に次、夏の茶菓子グランプリエントリーナンバー5番、大阪府小島屋消し餅。消しの実を小豆のこしあんを餅皮で包んだものにまぶし出来上がったものが消し餅。消し餅初めて食べる。なんか消しの実って聞くとさ、えってなる。やっぱアヘンとかさ。あ、そっか。まあ結局加熱処理されてたりとか、あとその種子の段階ではその成分は含まれないので、まあ全然食用としても使われる。なるほどね。香りを生かすような料理に使われると。へえ。だからここに鎮火として登場以来って書いてあるんだ。各界名士のご愛顧はもており、全国菓子博覧展における幾多の、受賞、全国的に名声を博し、現在に至っております。自信がすごい。自信じゃない、実績でしょ。あ、そうか、実績。さっきのみたらしはスティーブ・ジョブズでしたが、今度は千利休でございます。あ、千利休が愛したやつですか。おお。なんか見たことあるな、こういう。これが消し餅って言うんだ。結構プチプチしてる感じらしい。香りがする？いい香り。柔らか。香りがすごい。ちょっと嗅いでみて。こちらは300年以上の歴史があり、先ほども言いましたが千利休が愛したお菓子なんですよと。柔らかいお餅に香ばしい消しの実は少しプチプチしてあまり食べたことのない食感だと思います。お茶にめっちゃ合うのでぜひ食べてみてくださいね。もちもち。すごいね、弾力が。中はこしあん。おいしい。大好きだし、こういうの。俺今までこれが消しの実だって知らずに食べてたわ、多分。私も。なんか和菓子で口にすること多いよね。俺なんかごま系のあれかなと思ってた。私もごまの仲間だと思ったずっと。これ消しの実なんや。美味しい。
もうね、この小島屋のあるうん境町うんは南蛮貿易が栄え、海外から珍しい産物がここを通って、いろんな各地に紹介された例も多く、へーケシの実もその一つで室町時代インドからもたらされたと言われ、この堺の近郊で盛んに栽培されておりましたと。へえ。そこから300数十年研鑽を積み重ねて、ケシ餅一筋に家電の製法を守り続けて今に至っております。へえ。このプチプチのこの食感が本当に好き。うんこの薄い周りの餅、うん小豆を包む。これも美味しい。これ何百年も前の人がさ、ほぼ同じものを食ってたと思うとさ、すごいね。すごいよね。で昔からもうここまで完成してたってことでしょ。すごいな。だって同じ製法ってことはさ、うん。もちろんなんか多少のアップデートはされてるのかもしれないけど、300年前の人もさこれを食べてたって思うと感慨深いですね。本当だね。じゃあちょっと結構ケシの実好き。ケシ餅好き。ケシの実好きはやばいまあでもやっぱほら、お茶の道に入るものとしてはやっぱさ、千利休が愛したっていうさそうだね。のはやっぱちょっとでかいんじゃない？正直この新茶に、今のところ食べた中で一番合ってるのこれ。この私の中で、この組み合わせが、このあんの甘さ、食感、それをスッとこの新茶で流すって、ムムム。いや美味しいですね。うわーすごいな。でもケシ餅っていうのは夏の茶菓子なのかな、そもそも。まあね、そうちょっとねその辺はねちょっと今回運営側的にちょっとブレてますね、ブレてます。結構ブレてる。確かにこれコウヨトリさんも夏の茶菓子ではないかもしれませんがって言ってるよね。確か夏はそんなに感じなかったかもしれない。では次、夏の茶菓子グランプリエントリーナンバー6番、京都おい松。京都多いですね。夏関東、和歌山、四国、九州、京都の舞鶴などの産地から届けられた夏みかんの中身をくり抜き、絞った果汁と寒天を合わせ、再び皮に注いで冷やし固めた程よい酸味とほろ苦さが特徴の涼菓です。もうこれは夏にさ、夏の時期にデパ地下に行ったらもう必ずと言って和菓子コーナーで見るやつですね。今まで一回も食べたことがない。本当？食べてみたかった。うわーすごいよこの夏みかんの香り。うわこれもさ、こういうお菓子自体はさ、結構いろんな店舗で扱ってるよね。あるね。初めて食べる。いただきます。弾力すごい。ほろ苦い。わうまっ甘いのめっちゃ甘いやつ想像した。ちゃんとほろ苦さと酸味感じる。美味しい。こういう鳥ネームオリーブさん、フルーツをくり抜いたゼリーはよく見かけるかもしれませんが、夏関東の寒天ゼリーの食感と夏みかんの自然な甘みがとても上品で、暑い季節なら冷茶と一緒にお召し上がっていただくのも良さそうです。確かに。なるほどね。こういう鳥ネームポイズンプリンさん、私の実家は京都の嵐山にあり、以前そこで暮らしていた大叔母がこれを大好きで、夏に遊びに来た姉や私にも食べさせてくれたことがきっかけでこのお菓子を知りました。夏みかんをくり抜いて寒天と果汁で固めたシンプルながらさっぱりと美味しい夏のお菓子です。いいね、このおばさん家ってさ、これ出てきたら毎年行くよね夏に。子供の時ってやっぱお菓子につられてさ、親戚ん家行くじゃん。そうか美味しい、やっぱちょっと他の寒天ゼリー、このくり抜いた系のやつとはちょっと一線を画す美味しさですね。ちゃんと味に素材の旨味とさ、舌触りも滑らか。美味しいね。上品なゼリー。やっぱね、ゼリーはいいですね。ゼリー好きだもんね俺の将来の夢はゼリー屋さんになることです。そう、もう何年も言うよね私に。一回も作ったことないけどねゼリーをゼリー作ったことないけど。ゼリー専門店ってさ、よくないって、これはやばい。こんな大きいけどガンガン食べれちゃう、参考にさせていただきますなんか人工甘味料の味がしないというか本当に夏みかんの果汁を 100% 詰め込みましたみたいな、このゼリーの素晴らしさをさ、これも言っちゃえばさ、なんでわざわざゼリーにしたんっていうツッコミが確かにね。入るじゃん、
そのまま食べるのが一番美味しいやろっていう。それをちゃんと分からせてくれるっていうか、美味しい。うん、パクッと食べちゃった。うん、止まんないねこれ。止まんないっすね。止まんない。美味しい。うわ悩ましいわ。では次。結構ねもうあと2個です。夏の茶菓子グランプリエントリーナンバー7番富山篠原のエデンの月。天保3年創業の篠原の代表メーカーエデンの月は安政年間3代目歌唱三郎兵の草案による富山で最も伝統あるメーカーです。肌触りの良いおぼろ種に自家製白味噌あんを薄く挟んだ富山湾の水面に映し出された満月を表した上品な和菓子です。こちらは越中高岡お土産品100選の商品だそうです。ほう、名前がおしゃれ。エデンの月。おお、開けます。はい。おお、いいですね。個包装。見た目涼しげですね。青い。こういうこと？うん。真ん中に白味噌あんが挟んであるの？美味しそう。何これ？でもこれこういう鳥ネームさんからのコメントない？こちらが、はい。私がコメントにはないんですが、私の方でチョイスさせていただきました。なるほどなるほど。はい、というのもですね、はい、コメントの中に僕が九州出身、佐賀県出身ということで、はい、佐賀県とか九州のものの取り扱いが少ないんじゃないかっていう、あなたが食べたことあるかもしれない和菓子は省いてたもんね今までね。そうだから、ちょっと北部九州の魅力が薄いんじゃないかっていうちょっとクレームをいただきまして今回は佐賀の大原小籠まんじゅうっていうね、有名なおまんじゅうがあって、でそれの水まんじゅうがおすすめであって、これはいいよと思って買いに行ったんですが、はい、取り扱いがなくてあ、そうなの。でちょっとその中で、はい、ちょっと苦し紛れに夏っぽいのパパって取ったのがこの7番8番でございまして、なるほど。ちょっとそこはねお許しいただきまして、小籠まんじゅう推薦してくれた方申し訳ありません。ちょっとね確かにちょっと九州を逆ひいきしすぎてるので、あ、そうだね。ちょっと今後は九州もちゃんと取り上げていきたいと思いますが、はい、ちょっと今回はお許しくださいということで、はい、ではこちらこのさ味噌がさ、いいんじゃねっていう、匂い、白味噌の匂いするわ、好き、これ大好き。これ何これうまセンスあんねあんた。俺っていうより三越よくこれ選んできたね。うまっ。なんかさ、この白味噌あんがさ、なんか言い方変かもしれないけどちょっとネチョネチョしてて、なんか美味しい。この周りの皮との密着度がすごいの。6個食べてきて7個目のこのちょっとした甘さの中にあるしょっぱさがさたまんないでしょ。たまんないね。そっか、塩味か。周りの皮も美味しいです。すごい。これって夏の和菓子？これ夏の和菓子？悩ましい。夏じゃないのかな。でもなんか見た目はすごい涼しげな感じやん、青で。確かになんか若干冬かなまあ美味しい。美味しいですね。次いきます。夏の茶菓子グランプリエントリーナンバー8番五郎丸屋。季節の白氷ホタル。ほんのわずかな間だけ飛び交うホタルを儚くも溶けていく一枚の干菓子に表現しました。これは夏限定なんですけど、多分じゃないやつはあなた食べたことあります。まさかじゃあ開けますね。薄氷か、白氷じゃなくて。あ、そうなの。薄氷。薄氷。これ1位になっちゃうってダメだって五郎丸屋の薄氷ホタル。ここにホタルがいて、北陸の深い雪が溶け始める早朝、田んぼの水面にうっすらと張った今にも割れそうな氷を干菓子に移したものです。口に含むとスーッと溶けるように消え、和三盆の柔らかな風味がふわりと残ります。これが2013年
はい世界にも通用する究極のお土産はいに選ばれ、2014年にははい。ザ・ワンダー500、そうなんだ。 2017年にははい全国菓子博覧会名誉総裁賞受賞。おー私これ食べたことあります。大好きすぎてこれ一箱もう独り占めしちゃうぐらい、1枚も渡したくないぐらい好きなお菓子です。これうくす氷っていうんだね、このお菓子のこと。そうの夏限定です。ホタル。うわやばい、これ1位になっちゃうって。いただきます、私これ大好き私のさ、仏壇の前にはいつもこれ置いといてね。これなんてさ、1752年から作られてるんだよ。260年前から同じ。もち米を薄く伸ばして和三本を代々伝わる手法で一枚ずつ丁寧に刷毛塗りするんだ。だから真ん中に薄い餅のような弾力のあるものが一枚あって、その周りに砂糖をね、和三本をこう塗ってあるんだから、食べた時にパリッ中餅っていう、そしてスッと溶けていく、まさに薄い氷、これはダメだよ。これ買ってきたの。これ大好きなんだから私。美味しいね。また私のだからこれもう食べちゃダメだからこれ。いやこれ美味しいんですよ。薄氷の食べたことない方いたらね、ぜひ一回食べてみてほしい。食感が好きなの、このパリめちゃスッっていう。ということで、はい、今回の茶菓子グランプリ、失礼しました、夏の茶菓子グランプリはい、全8件が出揃えました。はい、エントリーナンバー1は水無月、次が紙風船、そして冷やしみたらし、水まんじゅう、そして消し餅、夏関東、エデンの月と薄氷、ホタル。なんか割れそうな気がしますね。割れると思うわ今回は。いやもうやっぱ夏だよね、夏。そうだね。どうしよっかな。俺結構決まってるんだよね今回。嘘。分かった、いきます。いける？はい、じゃあ最近同様的、私たち的グランプリは仙太郎の水無月。水無月。俺は最初だから、俺は餃子の反省を生かして、最初に美味しいの来てもテンション上げないっていう。バレちゃうからね。そうバレちゃうから、でも俺もうウイローに心奪われてるもうウイロー思ったよりハマっちゃってんだ。これね、多分ね見てる人みんなね、もっと違うのいくと思ったと思う。冷やしみたらし来るかなと思ったでしょ。俺はね結構ね仙太郎食べた時に、やっぱこの暑い夏を越えられるようにっていう、なんだろう、このメッセージ性というか、もう風習になってるっていう、すごいなって思ったし、見たことあったけど、手を出さなかった和菓子であることは間違いない。デパ地下行っても、この仙太郎に限らず水無月っていう和菓子は目にする、でもやっぱ見た目的になんか、そうもっと華やかな方に行っちゃいそうなんだけど、こんだけ美味しいし意味合いもちゃんとあって続いてるっていうことがなんかすごいなって思って選びました。いやもう私はね、やっぱ冷やしみたらしを開けた時の高揚感がもうすごかったのと、やっぱこの新感覚みたらし、今まで食べたみたらしとはやっぱ食感とかが違うっていうのがちょっと驚き、量を感じれたので冷やしみたらしにしたんだけど、夏関東も悩んだのすごく。おお、そうなんだ。なんかあんなね切り分けてこんな大きいゼリー、もう結構お腹いっぱいだから食べれないなと思ったけど、パクパクほろ苦さは結構癖になっちゃう。でもじゃあうちら的グラン最優秀賞の冷やしみたらしはさ、オンラインで買えないんだ。いやそうだよ。これはね運営側のミスでもあるんですが俺が食べたいものをちょっと途中から選んじゃったそうだからオンラインで買えないから、これってやっぱみんながオンラインで買って楽しみたいっていうのもっていう側面があるからね、だからそう考えるとやっぱこれ6月30日に食べる水無月っていうのってタイムリーじゃない。だって今週頼んだら6月30日ぐらいにみんな届くと思うの。いや無理だって、その日に賞味期限来ちゃうから。これ頼めないのオンラインで。確かに。ちょっと待ってわあ、仙太郎の水無月は取り寄せできなそうだよ、できないやろうね。あれ
やばいな、ちょっとどうしよう。でもその水無月をさ、仙太郎だけじゃなくても、なんかそのそうかなんだろう、別の店舗でもさ美味しいと思うから水無月食べてみてほしいなって思う、すごく美味しかった、あとね、私ねこの水まんじゅうも相当悩んだ、これもすっごい美味しかったの。いやもうそれで言ったらね、今回ね全部うまかったよ。じゃあやっぱさ、みんながさやっぱオンラインで買えるやつがいいじゃん。そうね。じゃあさ、水まんじゅうじゃない。これ美味しかったんだよな。確かに。夏関東もいいんだけど、冷やしみたらしもいいんだけど、この水まんじゅう中栗あんっていうのが小豆あんじゃないんだって驚きと、あんな栗あんがこんなしか入ってないのにガツンと栗の濃厚なねあんの甘さがくるっていう、舌触りの滑らかさ、これをさやっぱ氷水につけて今度は食べたい。量を感じれるよね、やっぱ。このなんかエピソードも良かったんだよね、このコウヨトリネームちびぎつねさ。そうだからやっぱその都内とかにお住まいで買いに行けるなら冷やしみたらしを買いに行ってもらったりとか、あとは仙太郎は全国各地にあると思う、デパ地下で買いに行っていただきたい。でオンラインで買いたいよっていう方は水まんじゅうかなって私は思った。じゃあ最近同様的夏の和菓子グランプリ、岩手県栗菓子どころ中松屋の水まんじゅうです。おめでとうございます。おめでとうございます。この栗あんっていうところが美味しかった。このちびぎつねさん教えてくださってありがとうございます、ぜひ皆さんも中松屋さんの水まんじゅう買ってみてください。はい、そういう感じで皆さんからのたくさんのコメントをいただき、夏の和菓子グランプリこれにて終了です。本当にたくさんのコメントありがとうございました。そんな感じで今週は以上にしたいと思います。で次がですよ、ラジオ40回記念、ということで、ゲストにまた来ていただきたいなと思っています。でそのゲストがですね、クララさんという方なんですけど、クララさんは元 CA で私の古くからの知り合いで CA のセカンドキャリア支援をされている方なんです。でそんなクララさんと私が来週 CA あるあるというか私が航空会社に勤めていた時のお話をしたいと思います。で皆さんに募集したい質問、トークテーマがやっぱりこのキャリアチェンジのね支援をされているっていうことなので、皆さんのキャリアチェンジについてのお悩み、あとは普段飛行機乗ってて CA さんに聞きにくいけど聞いてみたいフライト中のあれこれ、例えば飛行機どこに乗ったら酔わないですかとか、あと見てる方に CA さんがいらっしゃったら CA さんのあるあるをいただけると嬉しいです。そういう感じで私が今までほとんどしたことない航空会社に勤めてた時のお話をしていきたいと思います。じゃあそんな感じで今週の最近どうラジオは以上です。この動画が面白かったよっていう方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。